お久しぶりです。今回から苦行を開始します。バイクアウトというのが4種類あります。これを全種制覇するのが目標です。なお、リスコーニッチの更新は許可します。なんとでも言え、私にはこれがあっても難しい。楽しい自転車の苦行、ハージもあるよう、夏にぴったりのロケーションですな。8月中に完結できるといいですね。とりあえずは全身あるのみです。最初のセクションです。これは前回覚えたムーンジャンプを活用しましょう。これでは難しさが伝わらないので、失敗シーンを追加しておきます。こういう時にリスコーンって便利だね。リスコーン後にも残るダメージ。これが続編にも引き継がれている。いやはや、先が思いやられますね。そろそろ進みましょうか。よし、いい感じだて。左右の振り子と上下の回転棒。この上の棒がすごく絶妙で、普通の姿勢だと当たるけど、前傾姿勢だとギリギリでかわせます。足払いはジャンプで回避だ。一発でクリアできました。これらは後に相まみえますので、その時にまとめて失敗例をお見せしましょう。早速画面奥に振り子の再来が予告されていますが、まずはその手前からです。この円形の足は、思っているよりも難しい。着地位置と連続ジャンプをきっちり決める。この先には連続配置されている場所もある。なんとか突破しました。さあ、この5連ハンマーはどうだ？だからこれじゃあ難しさが伝わらないのよ。やり直し。うまくいってるようで徐々に左にずれていく。もはやジャンプしてない。ようやく振り子の重さが伝わってきた。これが欲しかったんだよ。もう十分堪能したよ。先へ進みます。おお、抜けた。ああ、抜けてねえし、なんで抜けねえのよ。あとはパカッとクリアして終われない。すっげえきつかったぞ。次はところてんつきのようなギミック。これは予告映像にもありました。この場面ですね。あ、リスコーン地点を更新してなかった。なんだよ、もう、またかよ。ソロモンよ、私は帰ってきた。リスコーン地点も更新しました。実はここはそれほど難しくないです。吹っ飛んだ時の見栄えがいいというだけで、そこまで苦戦するセクションではない。ここから少し難しくなってきます。視点をリセットしまして。もう見るからにヤバそうですね。潰されました。こういうのはリスコーンでご利用し戦術です。何度やられようとも、どんな手を使おうが、最終的に、おお、勝てた。ああ、勝ててねえし、なんで勝てねえのよ。勝てばよかろうなのだ。ここなんですけど、罠があるんです。ムーンジャンプが痛くなるセクション。最初にムーンジャンプをすると、飛距離がありすぎて、2つ目のジャンプの助走がうまくいかないのです。攻略のコツは、最初のジャンプを普通に飛ぶ。これで助走がうまくつながります。2つ目のジャンプはムーンジャンプです。ここでリングに阻まれまくる。うまくやるとこんな感じになります。攻略法が分かればそこまで難しくはないです。この細い道は建設現場を思い出します。と言っても動画ではまだ取り上げてないんだけど、いずれ建設現場もやりますよ。やる。突然の飛翔。こんな感じでショートカットできる場合もありますが、私は採用しません。じゃあそんな素振り見せるなよ。という意見はごもっともです。誰により一人称視点にしなくても分かれるように。さあ、回転棒再びですよ。これはもう思う存分棒に殴られたいと思います。それでは私の生き様をご覧ください。
トラウマになりかけたのでリスクオン設置。どう考えても棒の打撃が入ってるんですが、それは大丈夫なんですかね。ダメでした。しかし私は何度でも蘇る。少し前進しましょう。リスクオン地点を更新。これで安心だぜ。一度安心感を得ると楽にクリアしがち。何かがおかしい気がします。この前後する如意棒なんですけど、本来はもう少し後ろに配置されているんですよ。稀に配置場所が変わることがある。ぶつかるとものすごい勢いで吹っ飛びます。踏切位置っていうのが大事でしてね。野球のピッチャーもそうだけど、踏み出す方向が少しずれるだけでボールが思った方向に投げられなかったりする。微調整してみました。まだちょっと甘いですかね。本格的に再調整をやり直します。自転車では狭い場所で旋回できないので、その場でジャンプして方向転換できるようになろう。いいですね。やっとうまくいきました。で、本来はどんな感じなのかというとですね、改めて走り直してきました。本来は細い道には如意棒がないんですね。奥のスペースに如意棒があります。当たった場合は同様です。どちらが難しいでしょうか。個人的にはこっちの方が苦手かも。ただ、かわした時の場合は、こっちの方が高めかなと思います。次はここですけど、ここはムーンジャンクの回ですでにお見せしたので、軽く終わらせましょう。ムーンジャンクの素晴らしさが実感できますね。向きを変えまして。それじゃあ次に行きましょうか。位置合わせが慣れない人には一人称視点をおすすめ。でも私は通常視点で行きます。さあ、ここからガマガマなんです。ちょっと進みすぎたので下がります。助走が不足するとジャンプが届かないんだよ。そういう意味でもジャンプの方向転換は重要です。最初はなんてことはない斜めのジャンプという感じ。なんだかヤバそうなものが見えてきましたね。その手前で落ちるんかーい。もうここからはなりふり構わず行きますよ。リスクオンで刻みまくる。ちょっと前すぎるのでジャンプで方向転換です。さあ、回転棒が三度登場であります。しかも今回は飛び移りながら回避する必要がある。回転は時計回りなので左から行きましょう。振り返らず前へ進めるヒン。一見無理っぽく見えるこの作戦。余韻。棒に乗ってしまった。これが攻略法だ。リスクオンご利用し戦法。この戦法のメリットは棒をかわす必要がない点。棒に殴られながら進むことができるのだ。リスクオンでご利用ししない場合は多分右からの方が無難です。なぜなら向かってくる棒が目視できるからです。左ルートは棒をかわすことを諦めた人たち向け。リスクオン位置によっては積みかねないので、何気にリスクオンのタイミングにはセンスが問われます。まあ積んでも最初からやり直せばよいです。次は割と序盤で存在が示されたあれです。悪夢の円形3連星であります。オルテガ、マッシュ、ジェットストリームアタックを仕掛けるぞ、と言わんばかりの陣形です。でも赤いからトリクラーですかね。ここもリスクオンのセンスが問われます。前のめり状態でやるとアウツ。理想は後輪がやや下がっている状態ですが、これは斜め右を向いているのであまり良くない。斜めだとジャンプの難度が飛躍的に高まります。一旦ブレーキを緩めて下がるのは良い作戦。助走距離を余分に確保できます。私はさらに向きの微調整をしてリスクオン地点を更新。少し角度がマシになりましたかね。これは良い感触。安定したところに止まってしまった。リスクオンもは気楽だが助走距離を稼げない。ここからは失敗の連続です。なんとか濡れた。正直このリスクオンはおすすめしません。
絶望的な角度ですね。惜しい。私はここで糧に出た。方向転換とリスクオン地点更新。この糧に勝った私は、なんとかトリプラーを攻略。踏んづけてった次は、細い道と回転棒のコンボです。これのアンチですけど。前輪だけ乗せると安定しやすい。ゆえに、リスクオン地点もここがおすすめです。一発で超えるんかーい。まあ、ここまで散々苦戦しましたから、たまにはこういうのもええでしょう。これがラストの一個前ですね。フリコをかわしながらジャンプ。そして、細い道に着地。という、割とテクニカルなセクションです。これはもう、回数をこなすだけです。いけました。ここのリスクオン大事。あとはもう、最後のセクションまで前進です。ついに登場であります。3連ハンマー。これね、運が悪いと延々引っかかります。一発で抜けるんかーい。ということで、バイクアウト、工事完了です。私はこれと似たようなことをあと3回やります。フリーザの変身回数並みに絶望的ですね。今回は以上です。また次の動画でお会いしましょう。対戦ありがとうございました。